でバランス充電すげえ携帯で動くんですね今日はねまた魅力的な充電器の方を見つけてしまったんでね、ちょっとその細かいところを見ていきたいなと思っております。今回紹介するのはこちら、じゃん、ハイテックマルチチャージャー X4AC プラス400というねものが発売になりました。じゃん、50周年のステッカー、あと説明書で、中を開けていくと AC ケーブルと本体になっております。ですんで内容物としてはこんな形になりますよね。はい、剥がしちゃいますね。ペロペロペロって。ほいっと。各電源の方をね入れていきたいと思います。電源はこの後ろね。で電源入れてみました。見ての通りねカラー液晶になっています。でまずスペックの方ねちょっとね見ていきたいんですけれども、 AC 電源 200W、DC で 400W の充電、ハイパワー充電が可能という風になっております。あとこれチップの方が ARM のね Cortex M4 MCU というものを搭載してまして、以前ね X2260 っていうのはあったと思うんですけれども、あれは確かね M3 っていうのを搭載していて、実際にねその古い旧世代のものからその M3 になった段階でその処理速度が20倍にアップしていると。20倍にアップするっていうことはね、充電の方もねより丁寧になっていくという感じにはなっていくと思うんですよね。じゃあね、実際ね、充電の方どんな感じになるかっていうのをね、見ていきたいんですけれども。で、ケーブルの方はついてないので、こういうね、XT60 タイプのバランスがついてる充電ケーブルの方を、購入の方をしてくださいと。バッテリーの方をつなぎましたんで、こちらでね、この上のボタンで A、B、C、D、4つのね、バッテリーから選んでもらいます。バッテリーリポの2セルの 7.4 のこのバランスチャージャーにしてコンディション4。このコンディションっていうのはね、いろいろ、こういう風にね、ボルテージが選べるんですけども、これね、基本リポの場合は 4.2V の方にしといてください。で、電流がね、3A になってるんですけども、これがね、1C 充電 3800mAh なんで、3.8 ね、にして、で、これでスタート。はい。こちらにね、セルごとのね、3.84、3.85 とかってね、これ今充電の方してるんですけれども、ここの数値見てもらうとわかるんですけどね、かなり速いスピードで充電の方はしてます。でね、一遍ちょっと止めたいと思います。で、この充電器何がすごいかっていうと、これね、スマホでね、スマホのアプリがついてて、リンクパワー X っていうので、Apple Store だとか、あと Android ね、そちらの方でダウンロードできるんですけども、でも僕もダウンロードしてるんですけれども、こういう感じで画面を、開いてもらいます。で、デバイスをちょんと選びますね。これでね、A、B、C、D って選べるんですけれども、まず、A を選んでもらって、バランス充電、リポ、2セルですよね。で、次へ。ここでね、アンペアも選べます。で、3.8 アンっていう風にしてね。で、バランス充電で入れますよね。で、これで開始というのを押すと、どうですか、これ。やばくないですか？充電器のやつでも十分わかりやすいんですけれども、スマホでやるとより簡単ですよね。スマホの方で常にモニタリングができると。いや、これはすごいな。で、横の方には PD3 の USB-C ポートがついてるんで、こちらの方から例えば挿してもらうとね、こういう形で充電の方もできますと。あとこれせっかくなんでもう一個ね、同時に充電の方をやってみたいと思います。はい。A、B。まず A でバランス充電、次、リポ2セルバランス充電、バランス充電 3.8A 開始。はい、これでもうスタートしてます。で、次に、もう、今これ見れるんですけどね、B。今 B につないだんで、B の方もまたスマホでね、やってみたいと思います。まずリポ、2セル、バランス充電。で、これも3800なんで 3.8A の方にしますよね。で、これで開始と。いや、これスマホでね、こういう風に簡単にできてしまうと。これ今、充電の方を見てるんですけれども、めちゃくちゃ早いです。はい、じゃあ一遍止めますね。まず A の方の充電を止めました。で、B の方はまだ動いてるんで、B の方もこちらでまた止めてみます。はい、ストップ。めちゃくちゃ便利です。
以前のバッテリーが4発充電できるものと比べたらもう全然小さいものになってます。どうですかね、なかなかね、この充電器の説明っていうのはちょっと伝わりにくいんですけれども、以前の旧世紀の充電器から本当にニュータイプの充電器に切り替わったような感覚ですよね。ではこのぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございます。まあちょっと、動画の撮影もちょっとしてるんですけれども、これハイテクの新しい充電器、これであと、リポでもう設定はしたんですけど、リポのセルの、バランスっていう風になってて、これでスタートってやると、充電はする。で、これで A で今始まったっていう風で、じゃあ次に B っていう風で、これももう一緒にしてあるんですけども、これで、スタートすると、ここまでは普通じゃないですか。で、こういう感じでアプリがあって、充電ができて、例えばこの A を押してもらって、もうこのリポになってるんですけども、2セルのバランスで次に見てるとね、3.8 アンペアこれ開始ってやると、でこれでもう動くと、充電開始っていうで、これで次にでこういうふうにね、常にモニタリングできるっていう充電でっていう、ここでね今充電どんだけしとるかっていうね、今までのやつより全然速いと思うんだよね、これスピードがここの数値見てもらうと、14、15、16っていう、でこれで例えばじゃあ B の方もやりますっていうと、で B に来て、これもリポの2セルのバランス充電の継ぎ目っていう風でやると 3.8 アンペアでこれスタートってやると、じゃあこれも B の方も始まりましたっていう、Wi-Fi です。これと Bluetooth、この小ささで4発だったらまだ全然いいんじゃないかなって、今までのX4に比べたらね。でこれでチップがなんだっけな、アームのなんかコテックス M4 っていう前の X220 っていうやつがあったんですけども、かなり性能が良かったやつ、その260っていうやつがその前の世代っていうのよりも20倍早く効率よく充電できるっていう、要は頭が速いっていうね。でそれのまたさらにアップグレード版ということでより早くできるっていう風な充電器になっている。これはこの携帯で見れるようにした理由は何か言われました？理由は特にはなんか別にリモコン操作する必要ないじゃないですか。はっきりここでやってもいいわけですよね。これいいなと僕思ったのは、例えばコースで走っとって自分の充電器で見れんじゃないですか。見れない。だから画面で見れていいな、もう充電あれ完了したなっていうのが遠隔で見れるのはいいなと。そういうことね。なんだろう、スマホでできて、いいのかなっていうぐらいかもしれないけどね。いや、遠隔で見れるの本当いいと思うんですよね。もちろんなんか家とかでメイトとかで充電してくださいとは言ってるんですけど、ちょっと離れちゃう時あるじゃないですか。あとこれね、反応がめちゃくちゃいいよね。反応がいいっていうのかな、抵抗値だとかいろいろ見れるし、ここでピッピッピッって本当だ、充電しながら見れるんですね。そう、スマホで見れるんだけどね、こっちで見れるもんね。だから1セル2セルの抵抗値が見れるんですね。そう、あまりズレがあるとだから良くないですもんね、バッテリーとして。なんて言ったらいいのかな、ハイテクバンバン新しいの出してくるけどさ、ただちっちゃいやつもそうなんだけど、使ってみて全然いいね。今までのやつと比べると。それは本当お世辞抜きがあればいいんですよね。ちっちゃいやつ、頭脳は同じチップがついてるんですよ、ちっちゃいやつも。あれが一発だけど、これはそれが4発できるっていう。重さどれぐらいの4機でこれですよ、これ。この大きさですもんね。これはちょっとやべえな。僕らが使ってるなんか1個だけのやつでもそれぐらいの大きさしてるからさ、シートバッテリーも入るしさ、これならさいいっすね。ちなみに気になる値段3万円ぐらいじゃないかな。3万円ぐらい。これが前言っとったナノ、ちっちゃいこれナノってやつ。こいつ全然性能いいよ。USB で充電するっていう風になるんですけど、これ1個だけでしたっけ？これは1機。これでちょっとストレージに変えてと、でストレージを開始してと、 B ストレージっていう感じですよね。なんで多分今度レーブ D から出る
アンプもこんなノリになるんで、うんうんスマホでピッピッピッピやってそうそうですね、正直言ってこっちで10ダイヤルでやってるよりこっちの方がなんかやりやすいですね。直感的ね、直感的ですね、いわゆる、そうですね、直感的その通りだと思いますよ。なものはあるからっていう、はい、そういう時代だってことですね。まああとはそのなんて言ったらいいの、そのさっき言った20倍の効率、まあ多分普通の以前のやつと比べたら 20倍以上の効率とスピードで多分、まあ、スピードは言えんけども効率でできるんで、まあなんて言ったらいいのかな、例えると昔のやつはねハイパワーでもかけれたんだけどもガンガンバッテリーの中に詰め込めるわけじゃないですか。まあ例えば、まあ、昔のオラオラ系の男が、まあ、女性を扱う時に、ガシガシやってどうだみたいなそこ大事なんだ。そうどうだっつって、でもバッテリーは痛いんだけども、素敵って惚れてるからそれ言えますこれ。惚れてるから言うんですよ。言うんですそれ。大丈夫ですそれ本当に。ちょっと思いましたよ。でこの充電器だと、なんて言ったらいいのかな、もうその、とにかくこのバッテリー、例えば女性にすごい優しいわけですよ。常に女性の気持ちになってここを触ったら気分がいいのかなとかいうのは全て知り尽くしてるんで、それで優しくタッチしてかつ早く満足させるっていうもうそれリハーサルじゃないですか。言いますね、面白いですよでも。まあでもそんなノリだと思うよ、冗談できない。言葉攻めやっとるじゃないですか。いやでも伊藤さんのそのまあ分かったよ分かってねえようなもあるんですけど、まあとにかくバッテリーに優しい。優しいでしょうね。バッテリーに優しい。も長持ちすると。まあバランスチャージのこのコンディションっていうのが 4.2V って言ったんだけども、これが今10個離れないなかったんだけども、リコだと 4.2 まででやるのがいいって言っとった。まあワンセル 4.2 ってことですね、いわゆる。だからね、いわゆるいつもの 8.4 じゃないですか。でこれでこの充電するときにこの 4.2 より下の方でやると、よりバッテリーに優しいです。まあより長持ちするのかなみたいな。そうですね。でこの上の方だともっと多分ボルテージをかけてやるってことなのかな。そうでしょうね。なんでこの上のやつがついてるのかいまいちよくわかんないんだけども、多分ハイボルテージのやつがそういうことですよ。あるでこういうのがついてるってこと。 HV のためですね。画面もすごい見やすくないですか、なんか。まあカラー液晶なのと、まああとはそのチップが賢いもんで、多分ああいう既存のやつの表示が早い。多分これからこんな充電器ばっかりになっちゃうんだよな。そうだと思います。これでいくらぐらいなんですか？これ多分3万ぐらいだと思う。4機充電できる。これだと多分8000円ぐらい。でもこれは USB の充電のやつがいいんだよね。45W 以上の PD3 っていう規格のものが。結局それ買うと1万5、6千ぐらい。まあかな。まあでもその USB の充電のやつは別に普段でも使えるから。だからどっか旅行行く時とかに充電のこういうやつ持ってこれ持って行けばもうそのままできますよみたいな。まあでもこの充電器の良さってなかなか伝えるの難しいよね。難しいですよ。だってもう見た目に分かんないからです。分かんないよ。だって今まで使ってるもんでもそれでいいじゃんって思うしね。ただ使ってみていいなっていうのは。いやそうですね。だから実際に走ってでもよっぽど古いバッテリーとかだと思うとやっぱねパワーで出なくなってくるけど、充電器によって本当は違うんですよね。あんまドリフトが分かりにくいだけじゃなくてすぐに見る人めちゃくちゃやるじゃないですか。個人的にはこいつが好き。おすすめですもん。個人的にはこれが好き。だってそれ固まらんし旅行に連れてきやすいじゃないですか。これでも携帯充電できるんですか？なんか C ポートあるじゃないですか。できる。充電できる。充電できる。ちなみにこいつはこんなノリだよね。これね、普段でも使えるよ。アートワークがね、有効に使えるからいいかもしれないですね。これでバランスでしょ。で充電 3.8 のスタートってやるとまあいいよ。こんだけでこれだけ見ると
大丈夫かって思うよね。思うっす、マジで思うっす。でもこれね、全然熱くなんないよ。パンついてる。まあ要は旅行でこんだけってね。これだったらまあ短いケーブルでも十分かもしれない。そうですね。でバランス充電、バランス充電。すげえ携帯で動くんですね。感動これ触らなくていい。触らなくていい、触らなくていい。ピッピッってやって。そう。でも今こうやってやっとるけど楽かもしれん。なんとなく。まあこれでもなんだかんだ言ってさっき充電始めたばっかりだけどもう136入ってるんで、なんだかんだ言って力はありますんでね。まあこいつの容量次第っていうのもあるんだけども、これの45ワットぐらいのやつを買ってもらえればまあいけると思う。